人手不足を埋める道具としてロボの話が本気になってきたのだ。現場に入るならただ動くより空気読む感じが大事じゃん。その空気を読む役を機械に任せるならかなり難しいわね。そこで出てきたのが周りを見て自分で動くフィジカル AI なのだ。教室で言えば先生の指示を待たずに黒板も配り物も先回りする係みたいな感じだよね。その例え妙に生活感あるわね。製造だけじゃなくて医療や介護、物流や建設まで広がる想定なのだ。18分野ってかなり広いわ。現場ごとに必要な動きが違うからそこが山場ね。文化祭前のあのバタバタにも1台欲しいじゃん。しかも今年度はソフトバンク、NEC、ホンダが作った新会社のエトラにもロボを動かす AI 開発の委託が入るのだ。私の今月のやりくりと比べるのやめてもらえるかしら。比べる土俵が違いすぎるじゃん。日本は現場のデータが溜まっているのが強みだと国も見ているのだ。製造現場だけじゃなく医療や災害対応の記録も使えたら育て方が変わるわね。高齢者のヘルスケアや福島第一原発の廃炉現場みたいな難しい場所まで視野に入れているのだ。みんなならどの現場に先に来てほしい？アーシは物流が最初だと助かる派。物流なら荷物を運ぶ流れが速くなりそうなのだ。最初にどこで使えるかで未来の見え方が変わるわね。次は国際の話なのだ。停戦の話が出ても空気はかなり重いのだ。ゼレンスキー大統領はロシア側が停戦に向けた提案を拒否したと見ているわ。止めたいのに入り口で止まっちゃう感じだよね。プーチン大統領は互いの領土の奥深くへの攻撃を止める提案があったと話したのだ。でもその受け止めが真逆なのが厄介ね。ロシア軍は29日も攻撃を続けたのだ。東部ドニプロのインフラ施設への攻撃で6人が亡くなって南部ザポリージャでも3人が亡くなったわ。停戦の話をしながら攻撃が止まらないのが辛いのだ。本当にね、言葉だけじゃなくて実際に止まるかを見ないと意味がないわ。支援国と連携して進めるって話だったけどそこがどこまで効くか気になるじゃん。ウクライナは東ヨーロッパの国で首都はキーウなのだ。地図で見ると近い場所で起きているから遠い話にしにくいのよね。みんなは停戦の話が出た後で一番見たいのって何だと思うのだ。アーシはまず攻撃が本当に止まるかよね。お次はクマの話なのだ。数え方を揃える動きが始まったのだ。地域ごとにやり方が違うと比べようがないものね。山の話だけじゃなくて市街地の近くでも出てるのが怖いじゃん。今回は自動撮影のカメラを気につけて蜂蜜で寄せて数えるやり方に揃えるのだ。月のワグマは胸の3日月みたいな V 字の模様で見分けるのね。クマって顔じゃなくて胸で覚えるんだ。意外すぎじゃん。東北の6県と新潟の一部でまず調査を始めるのだ。かなり広く見ていくのね。現場の人も大変そうだわ。調査の数を揃えると地域ごとの対策を比べやすくなるんです。ひまり、そこをすごくわかりやすく言うのだ。確かに数字が揃うとどこで多いかが見えやすいよね。しかも今年度は山林と市街地の周りにおよそ800台を置く予定よ。結果は2027年3月に公表予定で全国には4年かけて広げるのだ。すぐ答えが出る話じゃないから途中の注意も大事だよね。みんなも山に行く日だけじゃなくて近くに出る地域の注意は見ておいた方がいいと思わない？アーシ元山とか山近くに行く前は自治体の情報を見とく派だよ。今年度の地震被害は少なくとも17の都道府県で41人なのだ。その数字は重いわね。のんびりしていられない話よ。ここで少しだけ経済産業省の小ネタを一つ。今の名前になる前は通商産業省だったんです。通産省って呼び方聞いたことがあるのだ。2001年の中央省庁再編で通商産業省が改組されて経済産業省になりました。名前が変わっただけじゃなくて
役割も広いのね。昔の通産省は、海外でマイティ MITEI なんて呼ばれるほど、産業政策で存在感が大きかったんですよ。そんな風に呼ばれるって、ちょっとかっこいいじゃん。今の経産省も、産業やエネルギー、通商をまたいで見ているところが特徴なんです。ロボットの話とつながってくる感じなのだ。今日は AI ロボットとクマと停戦で頭が追いつかないわね。気になった話があったら、コメントで教えて。アーシはクマの調査が印象に残ったかな。概要欄にもリンクがあるから気になるところを見返してみてほしいのだ。じゃあまた次回ね。